はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も、自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではここから乙女座さんのこれからの3ヶ月をタロットで見てみたいと思います。星の話も途中でしていきますので、ぜひご覧ください。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月分のリーディングです。ソードの8、ペンタクルス2の逆、恋人たちの逆ですね。そしてソードクイーンとワンド9の逆、カップ9、ソード2。気をつけることや対策は、ペンタクルス6の逆とカップエース逆と、オラクルは皇帝です。強いです。まずちょっと星の解説させていただくんですが、4月の9日っていうのは、先ほど言ったみたいにお羊座で起こる皆既日食でして、とてもエネルギーが強いんですね。何かを始めていくとかきっかけがあるとかっていうのがすごく強い時なんですけれども、乙女座の皆さんにとってはこれをあからさまな何かとして感じにくいっていうのがありまして、どちらかというとなんか夢の中で啓示を受けるのかなとか、何か見えないところから届くサポートのエネルギーとして活用できる感じなんですね。ですから何か現実世界の中でカチッと何かがっていうわけではないので、もし感じなくても、何も感じなくてもちゃんと届いてるし、サポートを受けられる1ヶ月なんだっていうふうに思っておいてください。でちょうどその水星の逆行もあるので、自分のなんか見えないところでぐるぐるしてるみたいな感じかな。言葉には出さないんだけど、実は感情の中ではいろんなことを思ってるっていうことが起こりそうかなと思いました。でどんな感情が起こってるかっていうとやはり少しね、自分を責めたりとか、できてない自分を責めたり、こんな自分が嫌だみたいな感じでセルフジャッジが起こりそうな感じがします。カードで見ても。
でもこの時っていうのはそういうちょっと心理的なエネルギーが強くなったりとか、見えないエネルギーにすごく敏感になる時なので、もし自分の思考が自己批判の方に傾いていたら、なんとなく他人からの言葉も厳しく聞こえるかもしれないんですけど、本当はものすごく愛のエネルギーが届いているっていう時なので、もしかして今言ってくれたことって自分のために言ってくれたのかなとか、そういう感じで受け取ってみると、全てを自分の恩恵にね変えられるので、少しそれを意識してみてください。そして4月21日に起こるね、何か今までの既存のものを壊して新しく発展していくっていう素晴らしいこの発展のエネルギーっていうのは、乙女座の皆さんにとってはやはり自分の専門意識、専門知識とか専門分野とか、自分の強みですね、精神性とか自分のなんか人生哲学とか、そういったね精神的なもの、何か中心に通っているものっていうものがすごく更新されていくっていう感じがあるので、今まで信じていたものからより真実に近い、より自分に近い、本当の自分に近い何かに進化していくっていうものがあるんですね。ですのでこれはなんか精神論みたいなものなので、人によってどう出るかっていうのはすごく変わるんですけれども、やっぱり一般的にあるのは、やっぱこういう時はなんか海外まで行きたいとか、今までの自分のテリトリーに収めずに遠くまで行きたいっていうような気持ちになるので、実際海外まで行ったり留学をしたり、もしくは日本にいながらでもそういったちょっと難しい勉強をしてみたり、自分の精神鍛錬するようなことに携わりやすいんですね。でそれってすごい喜びなのでやっていただきたいんですけど、ただ自分を責めながらやるっていうのは気をつけてください。はい、そして5月に入るともうね、火星というバイタリティっていうものがまた底上げしてくれますから、乙女座の皆さんを。でなおかつ自分の好きなことに思いっきり携われるみたいな感じがあるので、めちゃくちゃ楽しそうです。これはちょっとカードでも見てみますね。4月の時点では本当によく言うと謙虚に、でもきちんといろんなものを準備しとこうっていう形で、抜かりなくいろんなリスクを考えて、そのリスクに対処できるだけの準備をしておこうみたいな感じがあるので、水面下ですごい努力してるんだなみたいなイメージです。何かを着実に調べてるとか、手繰り寄せてるみたいな感じですかね。そして5月っていうのはそのチャンスっていうのを具体的に形にしている感じがします。すごく嬉しそうです。喜んでますよね。ただ自分の喜びを優先させるのか、それともここは自分がなんか我慢しなきゃいけないんじゃないかみたいな状況ももしかしたらあるかもしれません。このカップの9っていうのはもう本当にラッキーな、喜びいっぱいみたいな感じで、なおかつその5月っていうのは普通で見ても5月はもう豊かさがいっぱいあるよみたいな、もう強い運勢が舞い上がるよねっていう時で、なおかつ乙女座の皆さんっていうのは遠い世界まで飛んでいくんですかみたいなね、ものすごいなんかふわーっていうエネルギーの中で、なんとなくその十分その喜びを感じられるはずなのに、何かを犠牲にしないとそれは手にできないと思っているみたいな感じで、状況を荒立たせないようにうまくコントロールしようとしてるっていう感じが感情面においてねあるかなっていう感じがするんですけれども、それも捉え方だと思います。もし自分がこの5月にやりたいって思ったことが本当に本当に自分の真実の願いならば、それは絶対にやった方がうまくいくですよ、周りのこともね。でもそれを本当にやりたいって思ってることをなんか抑えて、その真実を自分の中で抑えて周りに合わせて我慢していると、なんとなく不具合が起きてくるんですよね。その周りとのギャップが出てくるというか、やはり今この4月5月6月の乙女座の皆さんにとって一番大事なのは、いかに自分に忠実に自分のこの信念や思い意図っていうものを出していくか、その思いに忠実に自分を動かしていくかっていうのがものすごく大事なんですね。でそれさえしてればものすごい恩恵がやってくる。だけどそれを自分で殺してしまったり、いやちょっとなんかいい顔してしまったり合わせたりとかすると、不具合になるっていう感じがあるので、ここはもう絶対に自分の信念を
貫いてほしいという感じで、その時にいやでも自分の信念を貫くことによって誰かを傷つけてしまうんじゃないかとか、誰かに迷惑をかけるんじゃないかって思ったとしたら、自分の中の本当の真実だったら傷つけません。それは必ず自分のその深いところでつながってるから、みんなはその自分の中の真実っていうのは相手にとっても真実である。その時は一瞬分からなくても後からそれが真実だったと分かるみたいになるので、そこは要は基準っていうのはどれだけお金がかかるかとか、どれだけ労力がかかるとか、どれだけ時間がかかるかではなく、自分がどれだけ自分の真実に忠実に従えるかっていうのがもう最大のポイントです。この3ヶ月のね、それさえできたらめちゃくちゃいい飛躍になると思います、乙女座の皆さん。そして6月っていうのは本当にまたこれもね、殻を破って幸せを感じるよっていう時なんですけども、乙女座の皆さんにとっては社会というものがもうパーって華やかに開いているので、もう花が散って散るっていうのは花が咲き散ってるっていうんですか、花びらが舞ってるみたいなイメージなんです。なのですごく楽しい社会があると思います。でもそこでもね、なんか変に自分だけ浮かれていてはいけないとか、むしろこのいい時っていうのはすぐなくなるかもしれないから次の対策を打っておこうとか、そういうふうに動いてしまいそうなんですけど、もうその楽しさを十分に味わってください。考えすぎずにね、それがポイントかなと思います。そしてちょっと見とこうかな。でも6月すごく社会運があるということは、お仕事頑張りたいんですっていう方はものすごい仕事のチャンスが来てすごく忙しいかもしれないですね。ちょっと自分のキャパを超えるぐらいの仕事量になるかもしれませんので、そこはちょっとうまくコントロールしてください。変に浮かれてるっていうよりも、なんか自分をもっと高みに持っていきたいんだみたいな感じがありますね。まあいいことですね、そこまで思えるっていうのはね。ただお仕事だけじゃなくて社交運とか人間関係っていうのも豊かな時なので、程よい講師ともに程よい楽しみを入れてほしいなと思います。そして気をつけることは対策ですが、この期間ね、ちょっとねお金の出費とか収支がいろいろあるのかなって感じがします。何かにお金を払って何かを得る、そしてまたお金はいるけど何かに使うみたいな、もしかしたらそういうのがちょっと強いかなと思いますが、でもそれ何のためって言ったらやっぱ自分のためなので、決して無駄遣いをしてるわけじゃないし、決して何かの痛みをごまかすためにお金を使ってるわけでもないので、自分の喜びのためだったら気持ちよく使ったらいいんじゃないかなと思います。そしてやっぱりオラクルがね皇帝っていうことでものすごく力強い運がありますね。なんかね、もちろん乙女座の皆さん自身がね頑張って築いてきた現実っていうものがあり、さらにそこに運勢も来て華やかになるっていうのもあるんですけど、なんだかねこれは例えば自分の親だったり先祖だったり、そういう家系的に引き継いできた強さだったり、何か守られてるみたいな、そういうのもあるんじゃないのかなって感じがします。なんかそういうのがちょうど4月は特になんですけど届いてる感じがして、自分の中にあったそういう強さ、今の自分が認識してるここまで生きてきた自分の強さだけじゃなくて、どこか遠いとこから DNA が引き継いできた本来の強さっていうものもこの時期表現されるんじゃないかなっていう感じがしました。そんな感じかな。なので、今お話ししたことを皆さんの状況に合わせて仕事や恋愛や人間関係いろんなことに当てはめて考えてみてください。最後にちょっともう一枚ねオラクルカードを引いてみたいと思います。この重要な3ヶ月乙女座さんものすごくプラスに活かせると思いますけどね。これかな。はい、コネクションということで、このカードを見て皆さんでも何か感じることがあったらそれもメッセージだと思って受け取ってくださいね。そしてどんなメッセージを受け取ったのかよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。前回もねそうやってちょっと何かの星座でやったらみんなすごいメッセージをちゃんと受け取っててすごいなと思ったので、ぜひ乙女座の皆さんも聞かせていただけると嬉しいです。パートナーシップとかやはりいいですね。人とつながっていくし、人だけじゃなくて自分が決めたこと
もうこれやるって決めたことに対しての接触っていうかな、こういいコネクションが生まれそうですね。何かと何かが接触がつながっていくことで何か生まれるって感じのカードですもんね。可能性がある。で特にこの4月5月、特に5月かな、5月っていうのはそういう遠いとこまで行くとかね、そういうのがあるので手が届かなかったものに届くんじゃないでしょうか。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。ぜひ豊かな3ヶ月をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。